私、今年大学生になったばっかりの新人女優山本千尋と申します。昨年「渦政ライムライト」という映画に出演して立ち回りを経験し、もっと時代劇のことを知りたいと申したところ、今日ここにおいでと言われて。日本で最初の時代劇はここで作られたんだ。先生、今から107年前、つまり1908年、その時に初めてここで撮影が行われたってことだな。映画がいつ誰によって発明されたか知ってるか？フランスのルミエール兄弟という科学者の手によって発明されたんだけども、はい、ちょっとこれ見てくれ。これがその時発明されたシネマトグラフというね、はい、つまり撮影のキャメラ、それと映し出す時の映写機だ、はい、これが両方備わった機械だったんだけれども、はい、1908年にはい、ここで映画が撮られた、はいね、そして100年後を記念して作った記念碑だということだな。はい。その時にどんな映画作ったか知ってるか？いや分かるわけだよな、はい、ただ最初の時代劇ということで、はい、実はね本能寺合戦という本能寺合戦織田信長の。そう、はい、その本能寺合戦という映画を、はい、つまり最初の時代劇を作ったんだけれども、その映画今でも見れるんですか？残念ながらな、それが全然残ってない。残ってるのはたった1枚のこのチラシだけだ。チラシ？とにかく、このシネマトグラフというキャメラだね、はい、そしてまた上映の機械だね、はい、これがね日本に入ってきたのはすごく早かったんだよ。あの頃ほらフランスから日本からフランスに、はい、そんなに簡単に行ける時代じゃないだろう、はい、船でも2ヶ月ぐらいかかるんだけども、はい、2年後にはねもう日本に入ってきてる。というのはね、はい、実はこれを発明した、はい、そのルミエール兄弟と、はい、日本から行ってこれを持ち帰ってくれた、はい、稲畑勝太郎さんという人がいるんだけど、はい、この方がね、はい、学生時代、留学してて、はい、ルミエール兄弟と友達だったんだな。わしらこんなもん発明したぞ、はい、ルミエール兄弟言わるわな、はい、よしそんな面白いものがあるんだったら、はい、わしにも譲ってくれよ、はい、と言って持ち帰ったんだな。ただね、はい、これをやるため上映するためには電気がいるんだよ。今電気なんかどこにもあるけれども、はい、明治時代まだね、はい、電気そんじゃそころにないんだな、はい、そこでたまたま京都では、はい、琵琶湖から疎水で水を引いて、はい、それを使って水力発電始めてたんだな。その電気を使わせてもらおうと、はい、で京都電灯という会社に頼んで、はい、そこでその上映をね、はい、やってみよう。ところがまた問題が出てきた。フランスと日本では電圧が違う。変圧器作ってもらえないか。たまたまご近所に島津製作所があったから、はい、そこにお願いして、はい、変圧器を作ってもらって、はい、記録によると2月の小雪の降る日と書いてあったけどね、はい、その日にやっと上映できたんだな。最初に上映見た人は、はい、びっくりしたしですよねすごく感動したよ、はい、だから京都が日本映画発祥の地って言われるんですかね。それもある、はい、だけどね、はい、それよりも、はい、そのこともとっても大事なことなんだけど、はい、それから間もなく京都では、はい、いろんな映画を作り出していくわけだな。ね、はい、そのことが大変京都が映画との深い関わり合いになっていくきっかけだったということだ。ね、それをした人は牧野正蔵。そうよし、じゃあ今から牧野さんに会いに行こうか。でも100年以上前の人ですよ。いや、会えるんで行こう。これが牧野正蔵さんだ。僕のね映画の師匠筋のお一人に牧野正弘監督って方がいらっしゃったんだけどね、実はその方が牧野正蔵さんの長男でな、さっき話した本能寺合戦を新日で撮った年にお生まれになってるんだよな。へえ。
で4歳の時からね牧野省三さんが撮る映画の子役で徹底的にしごかれて、はい、少し大きくなってくると今度はな映画を作ること監督の仕事やなんかそれから徹底的にしごかれてねそれはねすごく厳しいお父さんだったというのをね何回も聞かされたかな、だからまあ言ってみると僕の先生が正弘先生な先生の、先生のまた先生そういうことになるな、まあそれはそれとしてね、牧野さんがなぜ本能寺合戦ねこれを取ることになったのかということについてねちょっと話してみようか。はい。稲畑勝太郎さんという方がそのシネマトグラフあれを日本に持ってきた。その機械をね一式をひょっとしてこれはすごく金儲けができるんじゃないかと思って買い取った人がいるんだよ。横田栄之助さんという人だけどね。それから間もなく日露戦争が始まった。はい、でその日露戦争を取ってだねこれを劇場にかけたらもう日本中の人がわーっとな見に来てくれた。それで大儲けしたんだな。はい、まあだけど戦争いつまでも続くわけないから日露戦争が終わったらじゃあ次何作ったらいいか、ね、どういうもの作ったらお客さん来てくれるかと考えた時にやっぱりスターだと。ということでまあスターというと当時は全部歌舞伎の俳優さんなんだな。はい、でちょうど牧野省三さんがその時に千本というところで千本座というお芝居のね劇場を持ってたんだな。そこを経営していた牧野省三さんのところに話を持ち込んだんだな。だからその千本座の俳優さんを連れて今度は新淀へ行った。それまでもね歌舞伎の舞台そのものを撮った映画というのがあったんだよね。はい、だけどまあ歌舞伎にしろ日露戦争にしろこれはもうすでにね、そこに存在する被写体そうだね、はい、戦争なんか演出するわけにいかないからな、はい、それをフィルムに収めるつまり今でいう記録映画だったんだね。それに対して、牧野さんが新淀でやったことというのは同じ歌舞伎の材料だったんだけどね、はいその本能寺合戦というこれをその舞台ではなく実際のお寺つまり新淀本能寺に見立ててそこで撮ろうとしたんだな。はあ、そうするとね舞台のこれはお芝居やりやすいように作ってあるんだよ。だから高いとこと低いとこね例えばチャンバラやるにしてもねこれが届くように作ってあるんだな。とか実際のお寺行くともう全然届きやしない。高いからね。はい、じゃあどうしたらいいか。つまり舞台とは違うまたお芝居をしてもらう演出をするということで映画的なねそういう演技演出が必要になってきたということなんだな。そっか時代劇ってそんな風にして生まれたんですね。そして間もなく映画作りにはスタジオでの撮影が不可欠であると知った牧野はここに京都で最初の撮影所を作ることになる。それは掘ったて小屋に近いものだったという。二条城に近かったことから後に二条城撮影所と呼ばれている。だがこの撮影所はすぐ手狭になり間もなく法華堂の敷地内にそして大将軍へと移動。本格的な映画作りが始まることになる。おもちゃ映画とは昭和の初期家庭用に売り出された手回しの映写機とそのソフトとしての数分間のフィルムのことです。日本では古い映画の保存状態が極めて悪くそのほとんどが消失してしまっており今ではこのソフトの中に残されている数分間のフィルムの断片が当時の映画を知る貴重な資料となっています。カメラは据え置きのまま長回し人物の入れ替わりで芝居を撮っている様子がよくわかります。さらに時代は明治から大正へ。横田栄之助も参加した
日本活動写真株式会社の資金投入もあって、時代物映画、つまり時代劇がどんどんと量産されていった。しかし牧野正三さんはもっと新しい映画、もっと面白い映画を作りたくてね、日活を離れてこの東寺院ね、ここに東寺院撮影所という自分の撮影所を作ったんだよ。でもどうして牧野正三さんが日本映画の父と言われるんですか？それはね、映画の創造期果たした牧野さんの役割というのがすごく偉大だったんだな。その一つがね、映画のスターを作ったこと。というのはね、歌舞伎のスター必ずしも映画のスターにはなれない。つまり歌舞伎の名優の演技というのは大変様式的だよね。はい、それに対して映画の演技というのはもっとリアルじゃなきゃいかんと。じゃあそういう俳優さんを探そうということで探し合ったのが尾上松之助さん。目がギョロッとしたんで目玉のおっちゃんって言うんだけどね。尾上松之助、岡山県の芝居小屋で牧野正三の目に留まったと言われる日本最初の映画スター。演じた役どころは剣豪あり、忍者あり、武将あり、女形あり。目玉のまっちゃんの愛称はこのギョロ目。そして何よりも俊敏な身のこなしだった。牧野が日活と決別した後も日活に残り、そこを舞台に主演作品数は生涯を通じて1000本を超えると言われている。1000本?1000本も映画に出たんですか？当時は制作日数もね短く、短編だったからね。それにしてもすごい数。そうだよな。まっちゃんの話はこのくらいにして、牧野からそれからもね続々とスターが生まれていってるんだな。まず番妻さんって坂東妻三郎さん、つまり日本で剣芸王と言われてるんだけどね、チャンバラの名手ってことだな。それから僕は大変尊敬する片岡千恵蔵さん、あるいはキヤちゃんのお父さんの市川歌右衛門さん、さらにね鞍馬天狗のおじさんなんだけど嵐勘十郎さんという人がいた。アラカンアラカンっつってね、こういう人たちが続々と牧野から出てるんだな。牧野さんがやったもっともっと大切なことは、その映画作りの基礎的な3つの原則というのかな、これをね言い出してまた実践したことなんだよね。一筋に抜け三動作というんだけどね。一筋に抜け三動作。そう。これがね映画を作る上での大変大切な3つの原則だというね。一筋というのは、歌舞伎の世界でまた使ってるけど筋書きとか言い方でね、つまり物語展開、映画でいうとシナリオだね。はい。それから抜けというのは映像の技術だな。僕らの時代まだ抜けがいいとか悪いとか言ってたんだよ。だから映像技術がしっかりしないとダメだよ。で3動作、これは分かるだろう。はい、動作は分かります。演技だな、はい、演技演出ということだろう。だからそのシナリオ、映像技術、そして演技演出、これがしっかりしないと映画は作れませんよ。これが牧野が言い出して、そして自分自身も実践したことなんだね。さらに時代は大正から昭和へ。大正12年に起こった関東大震災によって東京が灰燼と化し、東京を拠点としていた多くの映画人がこぞって京都へと移ってきた。日活、牧野に加え松竹も下鴨に撮影所を構え時代劇の制作を開始する。後に日本のハリウッドと呼ばれる太秦に最初に撮影所を作ったのは坂東妻三郎だった。牧野時代の薄北六平とのコンビで大ヒット作を連発。現在の東映京都撮影所、そこに自らのプロダクション番妻プロの拠点を作ると、その後を追うように片岡千恵蔵が、
嵐勘十郎が、そして日活も渦政に集結し、渦政はまさに日本のハリウッドとなる。と同時に映画に夢を託す人材が全国から渦政に集結。日本で最初のシナリオライター臼北六平、さらに直木35をはじめとする文学者らも加わり、新しい映画への模索が始まっていた。その主流はチャンバラ時代劇だったが、時にはミュージカル仕立てのものまで。中でも牧野正三の長男牧野正弘、後に時代劇の巨匠と呼ばれる伊藤大輔、若くして戦死したが天才と呼ばれた山中貞夫ら個性豊かな監督たちが次々と誕生。まさに時代劇の第一期黄金時代を作り上げることになる。しかし第二次世界大戦の勃発とともに日本の映画界は冬の時代に入り、そして特に娯楽色の強い京都の映画界はもろにその影響を受けることになる。国策に伴う厳しい検閲、さらにフィルムも統制下に置かれる状況の中で、映画会社も再編、松竹東宝のほかは日活を中心とした大映に統合されることとなる。焦土の中から映画は娯楽の王者として復活する。ただ時代劇は占領軍によって大きな枷がはめられた。それは仇討ち映画と実質的なチャンバラ禁止令である。そんな中から生まれたのが大映京都撮影所制作の羅生門、源氏物語、雨月物語などの王朝時代を背景にした作品群だった。そしてそれは次々と海外で高い評価を受けることになる。そして講和条約締結、仇討ち映画チャンバラ映画の禁止令が解かれるとともに一気に時代劇ブームがやってくる。特に1951年に設立された東映京都撮影所では、時代劇は東映、明るく楽しい東映映画のキャッチフレーズのもと、徹底した娯楽時代劇の制作を開始する。お江戸800夜町に隠れもない直参旗本早乙女門戸根助が一世一代の退屈払い、天下万民に代わって天地を変えてやる。片岡千恵蔵、市川歌右衛門、長谷川一夫ら戦前からのスターに加え、大川橋蔵、中村金之助、市川雷蔵、美空ひばり、勝新太郎ら新しいスターが加わった。さらにこの時期京都の映画界は
映画のカラー化大型化が進み、第2期の時代劇の黄金時代を迎えることになる。貴様が大官か。触れ。第三の友先を手気がつきか。でもなぜ京都でそんなに時代劇が盛んになったんですか？それはね、世界文化遺産であるこの下鴨神社をはじめとして、ほら京都というのは日本の政治文化の中心として1000年の歴史があるだろう。その歴史が作り出したさまざまな景観があるんだな。この忠須の森も含めて、その歴史的景観というのが実は時代劇にとってとっても大切なロケ地だったんだな。ここもね、撮影所のある渦政に近いということもあって、時代劇のロケ地として頻繁に使われた場所なんだな。門構えといい、渡り廊下といい、この大沢の池といい、そういや大沢の池のほとりを江戸の大川端として使ったこともあるよ。そして伝統工芸の力。1967年初めて大奥を舞台にした大奥マル秘物語という映画を撮った時にね、当時非常に準備期間が短いんだな。そこでこの絢爛豪華な衣装が間に合うかどうか随分心配したんだけどね、さすが京都、取り越し頃に終わったよ。ここに並ぶのは市川歌右衛門さんが旗本退屈男で着た衣装だよ。退屈男では一作ごとにこの日本画家の甲斐野荘さんという方がデザインをして、それをもとに着物をしつらえたんだよね。さらに小道具類、私とこは一応創業としましては大正7年を創業の年とさせていただいてます。今の一条御前下がる、法華堂という場所がございまして、そこに昔道具屋をやっておりました。これが初代の高津梅次郎なんですけれども、そこでやってる時にそのちょうど裏に横田商会の撮影所がございまして、横にたまたま通れる道があったらしいです。その時に日本の映画の父と呼ばれる牧野正蔵監督が時々通られると、牧野さんの方から高須さんちょっと道具貸してやというのが始まりだったらしいです。そのうちに、本格的にこういう道具、映画の道具をやらへんかというお誘いがあったというふうに聞いてます。本物を撮りたいということでたまたま先ほどお話したように道具屋ですので、それをとにかく、いろんなとこから集めて、牧野さんの方にお貸ししたと。初めいろんな道具類を本物を集める作業からですね、だんだん新しいものを作んなきゃいけないことになっていったと思うんですけど、一条御前のところに祖父の家があるんですけれども、そちらの方が作業場になっておりまして、祖母であるとか、その時の従業員の方々皆さんで夜なびをして、やはり甲冑であるとかいろんな、傘であるとかいろんなものを作ってた。やっぱり京都の伝統工芸の力を借りたというところが大きかったんですかね。鎧なんかを作り出すとやはりそういう金具というものが必要になりますし、もちろん糸というものも
必要になってきます。そういうものがやっぱりすぐ手に入るのがやっぱり京都やったんかなと、西陣にもありますし、すぐ手に入るという形で、撮影の場合明日すぐいるという時に一晩でやっていただけるような仲間というか業者の方々がいらっしゃって、そういうのでもう随分助かった。例えばね、刀にしてもですね、いやもう本当に今倉庫へ言うとあれ何百本ぐらいあるんですかね。あれはね、何百じゃないし何千ですね。何千ですかね。この前のそのラストサムライ、あれの時に約2000本出させていただきました。歌右衛門さんなんかの、旗本体育倉庫なんかで使った刀だったりいうのは本当にもう総蒔絵で、本当に今なんかとてもないですけどもね、ご注文いただいても1年でまずできないんじゃないかな。番妻さんのね、番妻さんの刀なんかあるとね、僕ら感激しちゃいますね。紋次郎ね。で厚尾さんと市川崑さんでテレビやりましたよね。その後文ちゃんと僕映画やったんですよ。したらね、両方とも撮ってくれてあるんですよね。そうですね、残させていただいてます。あれもねちょっと感激しましたわ。江戸時代からずっと来てご存じのように、竹光と言われるもので、いろいろ試行錯誤したらしいです。それこそ銀の塗料を塗ったり、やってたんですけれども、今は金貝という、錫の合金を使っております。錫の合金を作って、それを刀の幅に合わせて切って、その卵の淡白で接着してるんですね。だからそれが一番効率よく、一番らしく、見える刀に、竹光に仕上がると。私の経験から申しますとですね、映画界入ったのが、1959年だったんですね。でその頃日本映画界のピークと言われてましてね。で特に僕が入る前年が一番お客さんが映画館に入ってくれた年で、11億2000万人という数字なんですね。当時人口1億ですから一人が11回ぐらい映画館に通ってくれたと。でその5年後ですけども監督になった。ちょうど東京オリンピックの年だったんですけど、その5年間にですね、ちょうどその半分ぐらいの入場者数になってしまった。たった5年の間に、そのお客さんがですね半減してしまったという、これはもうちょうどその間がテレビの拡張期ですから、その影響というのが非常に大きかったんですけれども、さらにそれから1年の間にですね、時代劇がどんどんスクリーンから消えていってしまった。やっぱりそれは日本の、社会の在り方が変わったと。もうで今の、1945年に戦争が終わった、そこから10年ぐらい経って、決定的に変わっていくわけですよね。でその歩みと、社会の在り方が変わっていくということは、映画を見るお客さんの感性も、変わっていってる。占領軍によって時代劇が一切基本的に禁止された。柔らかなものは良かったけど、特にチャンバラなんか絶対いけないっていうふうになって禁止されて、それが占領軍が帰っていったあたりからだんだん作られるようになり、それからさらにだんだん日本が戦後経済的に復興していくと、近代化がなされていくと
そうすると一方で占領軍によってアメリカ軍によって禁止されていた時代劇が非常に求められていたから作られるし、それから近代化によってだんだん古いものが失われていくから、それに対する郷愁も強いって、ちょうどその2つがミックスして東映時代劇の全盛期の頃っていうのは一番時代劇が作られたと、そういうふうになっていったって考えてると思います。それでだんだんこの現代になってくると、昔の日本の基本的に夏は蚊帳を釣ったり冬は多丼を使ったりというそういう生活をしていた人自体がですね亡くなっていくと、そういう形で郷愁として感じられる人自体がなくなっていくという形で現在のように非常に衰退してしまったと。時代劇ってのはやっぱり過去の話だから過去だというふうに古いというふうに見えちゃうっていうその差がどんどん広がっていったということだと思うんですけど、それは逆に言うとですね、映画を見る若いお客さんを捕まえるような、工夫を凝らした時代劇がその前からなくなってきたと。時代劇の歴史というか考えてみるとすごく大きな揺り戻しが絶えず動いてるような気がするんですよね。スター中心のした完全懲悪なものがあったら今度反動が起きて集団時代劇であったりとかくの一みたいなものができる。それが今度テレビの時代でもやっぱり同じで60年代ぐらいになってくると結構激しめのものであったりあるいはその時代をいろいろと照らした現代的なものが出てきたと思ったら5年ぐらいするとそれがまたスター中心になってきてっていうような絶えずこういう動きがあるというのが一つ大きなのがあって、でそういうのがあるうちにだんだんこっち側っていうんですかね、新しい何かをやっていこうっていう動きがどんどん弱まっていって、おなじみなものだけをやっていこうというふうにこっち側の力がどんどん弱まっていったなっていうのがすごく見てる時代劇の歴史を大きく振り返ってみるとある気がするんですけれども、60年代頃のテレビの時代劇っていうのはやっぱり最初の段階はすごく多様ないろんなのがあって魅力的な作品も多かったですよね。それがもう非常にちょっと話があんまり長くなるから簡単にしちゃうと水戸黄門的なものばっかりになっちゃっていろんな多様な要素が消えていったプロセスですよね。東映時代劇的なものが衰退してしまう理由は一つはまた説明しなきゃいけないと思うんですけどやっぱテレビのことがあると思うんですけど、もう一つは東宝の黒澤美船の映画のショックっていうのがどの程度なのかはちょっと自分自身では文字で読むだけだからわからないんですけど、もしその頃の体験を書いた人によると、ものすごかったと。で実際ちょっと調べてみると例えば用心棒の時には東映の場合は大川橋蔵さんの月形半平太と美空ひばりの作品なんで、やっぱり考えてみると月形半平太と美空ひばりと東宝の用心棒だとやっぱり相当分が悪くて。さらに椿三十郎がやっぱものすごかったら、やはりちょっと東映にはショックが大きかったのかなと思うんですけど、その辺はまずどうなん確かにね、ただね、それは客観的に見るとそうだったかもしれないけど、内部にいる人間はですね、黒沢時代劇の衝撃性っていうのはドラマ性やなんかよりもむしろほら血がバッと飛んだりね、ああいうパフォーマンスの部分でね、その部分では影響を受けたんですよ。やっぱりね。だけど、あそこまでやることはねえよなとみたいな、それと東映の主体がその頃明るく楽しい東映が主体だったから、あれはそういうもんだということで、黒沢時代劇のだからこれは後々のもう一回話になると思いますけど、縦の部分での影響というのはあったと思いますけどね。そうするとやっぱり大きく言えば今私がただ思ってることはあれが大きかったからみんながすごく当時の言葉で言うと残酷時代劇を作るようになっちゃったから、だんだん明るく楽しいっていう東映調が飽きられるとともに、またあんまり残酷なものばっかりやるとみんなお客さん見に行くのは嫌になってきて、全体として時代劇が映画界で低調になっていった。時代劇がやっぱり、そこで狭くなったんだと思うんですよ。で今残酷時代劇が一時期流行りました。だけどもともと時代劇っていうのは映画というものの幅がこんなにあると時代劇の幅もこれぐらいあったんで、そうすると時代劇の中に
後で戦前の時代劇をいっぱい見るようになった時残ってるものを見ればですね、大変明るいものから極端に暗くって陰惨なというふうなものまでのこのグラデーションがずっと昔は時代劇ってあったと思うんですよ。でそれがさっき言いました戦後の社会がどんどん豊かになっていこう、高度成長でいく時にそういう暗いものではなくて明るいものテレビになるともう今度明るいものしかやらない。東映人気映画っていうのはそのちょんまげがつけてないけどやっぱあそこでやっぱり黒沢ショックを対するやっぱ東映映画っていうものの非常に強烈な反撃が行われて、で非常に成功したと思うんですよね。その意味ではね、それでやっぱり1970年ちょっとの時期ぐらいまでは非常に成功したんだけど、ちょうど東映時代劇が10年人気映画が10年なんですけど、やっぱりそこの人気映画時代劇として見てもいいわけですよね。僕らドラマトロギとしては完全に時代劇だと思ってたんですね。やっぱりそうですね。やっぱり日本人固有の意識とか考え方というかそういうのが一番出てる作品なので、どうしてもやっぱり日本人的なものを求める時はやっぱり時代劇ということに当然なると思いますんで、基本的にやっぱエンターテインメント性だと思いますね。やはり日本で大掛かりなエンターテインメントであったりとか、アクションを含めてちゃんとやろうとしたら時代劇でしかやっぱりある程度リアルなものはできないんじゃないのかなというふうに、例えば日本で拳銃を使ったアクションやったりとか、あるいはカーチェイスやったりっていうのはどこかやっぱり嘘っぽく思いますけど、逆に時代劇に時代を飛ばしてしまって馬でやってみたり刀で戦ってみたりした方がアクションとしては面白く見られるっていうのがあると思うので、やっぱり日本でアクション映画をちゃんと作ろうとしたら時代劇っていうのが一番成り立つだろうし、映画が生まれた時に何で映画が新しいメディアとして人々を集めたかというと、日本語で活動写真って言った通り活動ですよね。写真が動くんだと、英語ではモーションピクチャーってモーションですよね。だから動くものが映画ではそのまま捉えられるんだと、写真ではないんだという、その動くもの、動くっていうことが映画の生命命だと思うんですけど、その動くということの究極の形を時代劇はもう初めからチャンバラで見せてたと思うんですよ。立田村とは大正時代新国劇の創始者沢田正次郎の手により殺をパフォーマンス芸術として独立した演目にすべく考案されたものである。謡曲「田村」に乗せて演じられたことから立田村と呼ばれているが、後には演ずる者あるいは殺をつける殺師の個性により極めて様式的なものからリアルな動きのものまで様々である。活動大写真の将来をリアルで激しい身体表現にかけていた牧野正三が親交のあった沢田正次郎との間でどのようなチャンバラ談義を戦わせていたか、想像するだけでも楽しくなる。
牧野先生と伊藤大輔先生の差は僕から感じたのはね、どちらもリアルなんだけども狙ってる要点が違うんですね。死に方、死に様を重んじるのが伊藤大輔さんです。だから切られたら膠着したような形でズドンと倒れてくれと。牧野先生は死に様は何を言わない。僕のは強いて言えば俺たちには明日はないじゃないけど、撃たれて死んでいくのたうち、あれがリアルだと思うんですけどね、伊藤先生の場合はもう膠着したままで倒れとかね、様々なんですよ。だからどれを取っていいのかわからんから己好みの狙いますけどね。だからどっちがリアルとかそんなんじゃないような気がするんですね。だからリアルという意味とリアルという意味が要するに身体表現のリアルさであって、生き死のこの決闘するためのリアルさというのとまた違う部分の面白さがやっぱり牧野であり、あれ牧野先生に聞いたんですけど、火の上に鉄板を敷いて熱い上で素足で立ち回りやってるような動きをしてくれと萬妻さんに言ったらしいですね。これが完全にパフォーマンスの面白さを狙ってるっていうのかな、その一種のリズム感だよねあれ。それから本当に生き死ののたうち回り的な面白さって表現のすごさっていうのが伊藤さんというね。これは一つ、戦前このある意味でチャンバラっていうのは一つ確立してるんだけど、この二人が非常に対照的に。そうですね。東映の市川歌右衛門さん、旗本退屈の立ち回り、これはどう見たらいいのかね、皆さん。僕は足立先生について何本もやらせてもらったけど、助手を、合わないね僕は。それで先生も様式美なんで、当時同じ重役俳優でいらした千恵蔵先生は、リアルティそういうのを見てるのも楽しかったですけどね。これは対比的だったですよね。それでどっちがいいという答えは出ないんです。そうどっちがいいどっちが悪いということじゃなし、出ないんです。ただ好みですね。例えばじゃあ橋蔵さんっていうね、これも一応美検師で売ったスターだけれども、これも菅地時代でもあるだろう、橋蔵さんの立ち回りっていうのはどうだったかね。類まれな華麗な立ち回りしてね。そうだね。確かにね、パフォーマンスとしての美しさはあるんだよね。でも美しさは他の人には出ないんですよね。役場によって宮本武蔵試合に参った。いざ金ちゃんがいるわね。特に金ちゃんの場合宮本武蔵という剣豪門も代表作にあるけれども、金兄なんかどうかな。僕は好きです。僕も好きですね。体全身でついていけるんですよ。手足だけじゃないんですね。それで僕もああいうのやりたいなと思ってるのは何回か合致してこれだというところが何回もあったんです。金之助さんの殺陣が何で好きかって言いますとですね、長谷川慎の世界をね、監督がローアングルの監督さんね、朝9時から入って3時過ぎまでテストにならないんですよ。そしたらね、足立さんが立てつけて「はい、ちょっと休憩しよう。なんぼやっても一緒なんだよ。だんだんに慣れてくると面白くないんだよ」金之助さん曰くね。で、さあ本番行くぞってなったら「いいか、こう行くだろ、こう行くだろ、こう行くだろ。でお前最近な、お前こうかかるタイミングをねちょっと変えるから俺の芝居に合わせ」って、それぶっつけでやるって言うんですよ。心臓が張り下げそうですよ。そしたらね、監督が「そろそろ分かるでしょ、そろそろ本番行こうか、5時ですよ。よーいスタート、カチンとやったらね、ババーッ
て切って俺の順番だったらねポッと担ぐんですよ。えらこっちゃどこでかかったらいいのか分からへんよね。そしたら金之助さんそれを狙ってたんです。焦りが出るわな。要するに慣れ合いになってね、1234223になるわけですよ。やっぱりそれはもうだけど一種のパフォーマンスの凄さなんだよね。絶対そう。それがリアルだ。技の凄さってのはね。そうすると取り巻いてるね立ち回りのメンバーがもうこんなもんですよ。それで君の方見るやつだね。それもねこだわってたのも事実ですね、金之助さんって。円月殺法とかさ、その時代時代小説が流行ったから、文字でねこう、ありえないようなこの憲法ね、ありましたね。円月殺法は代表的なそういうもんだろうね。市川雷蔵っていう人なんかは必ずしもいわゆる殺陣はうまくないと思うんですよ。それは中野金之助の方がうまいと思うんですよ。でもこの2人が僕が好きなのは時代演劇に合ってると思うのは、時代劇が持ってるさっきから言ってますチャンバラに集約されていく詩の要素を、それと詩の要素が入ってる時代劇悲劇ですよね。金之助と雷蔵はやっぱり悲劇がうまい。でこれが時代劇チャンバラっていうのと結びつくっていう。居合っていうのはね、座頭市の居合はもう非常にリアリティがあるんだよね。あれね和歌山さんから聞いたんですけど、片手切りはあれは柔道の俺が教えてやったんだよと。確かに和歌山さんの方がうまいんですよ。勝新太郎の打倒一ってのは接近戦ですよね。相手と自分が今どの角度でこう対峙しているのかということに対してものすごくこう、繊細な感受性がその瞬間発揮されてるっていうことで、そういう意味ではやっぱりある種のコミュニケーションが最大限発揮されてるもんだ。やっぱりチャンバラの特徴はやっぱり間合いっていうのがあって、刀が届く範囲にお互いに入っていかないと切れないし、切れるってことは相手にも切られる可能性があるわけで、ということは、かなり親密な距離感でかつ顔が見えるっていうことが、チャンバラには大事で、ある意味では究極のコミュニケーションというか生死をかけたコミュニケーションということだと思うんですよね。その距離感っていうのが今結構失われてるっていうかバーチャルになっていて、でそういう意味ではそのチャンバラの切迫さっていうのはもう一回その我々に距離感を取り戻させる一つのよすがになるような気はするんですけどね。戦後の時代劇っていうのはやっぱりチャンバラを見に行くんですけど、チャンバラがですねパフォーマンスなんだけれど、そのパフォーマンスの在り方が、どんどん、嘘というか、一種の舞踊のようになってる。でリアルさが欠けていく。時代の全盛時代ね、僕は一つこれだけものすごく監督になって残ったのは田坂さんの小さく部やってる時で、田坂監督と僕だけスタッフルームいたんだね。そこへね伊藤大輔さんと内田智巨匠と3人大巨匠が3人だったわけ。ほんで3人の話聞いてるとさ、まさに狐と狸と文士だのねバカシアみたいな対話なんだ始まるうちね。そのうち伊藤さんがねこの頃の東映のチャンバラなんだあれはとなったわけよ。例えばね、要するに何のためにチャンバラってよく分かんないと、こんなやつ切らなくてもいいやつと言って切ってみたりね要するになんか言ってみると目的意識が全然ね分かんないと。その伊藤さんのこともものすごい耳に残ったよね時代も僕らも少ないんだけど、モンジロやった時に「浦さんこれ生きる伸びるための立ち回りなんだから」みたいなね。モンジロも結局避けられる切り合いは避けようっていうのが
監督の紋次郎2作ではものすごくよく描けていて、で避けられないというふうに悟った瞬間にもう激烈な戦闘モードに入るっていう感じはものすごくよく出てますよね。それからあとは日本暗殺記録なんかにしても結局刀を抜いた後がどうなったか、あるいはピストル撃った後がどうなったかというよりかは、それぞれの人物がいかに刀を抜くまでに至るか、あるいは銃を抜くまでに至るかということですよね。やっぱりまさに正論ですね。そのまんまですね。ですから例えば時代劇のチャンバラが少し若い人たちにこうされだしたのはおっしゃる通りです。意味もないのに切ってね、ひどい時なんか「はい3分立ち回り3分」そうだろ、こんなんでね、もう僕ね一回ある時喧嘩したんですよ。3分しかないって言うんだったらいっそ立ち回りしないで終わったらどうですか、その監督さんにね。で嵐山で僕頭切って帰ってきたんですよ。それがね、チャンバラの面白さをお客さんの目から失わせてしまう。そうです、その通りです。でたまたまそれがテレビとの交代期にあって、でテレビに流れていったのがそういう伊藤さんだとか内田さんの牧野のタッチじゃなくて、つまり今言った最後の3分、一種のショーだね。ショーですよ。だからますますその時代劇の一番核心である縦の面白さが失われて、そうですね。でそれがやっぱり時代劇のね衰退につながってんじゃないかと思うんだけどね。まさにその通りですね。そうか、チャンバラっていうのは抜くまでが大事なんだって分からせてくれたのが近衛十四郎さんですね。やっぱだから近衛十四郎、若山飛三郎っていうのはやっぱり抜群ですね。三船敏郎っていっぱい出てますよね、時代劇に。だけどね、あんま怖くないんですよ。それなぜかっていうと、三船敏郎が剣持ってやると強すぎること初めから分かってるっていう。だから安心して何にも怖くない。いくら中台達也とこうやっても、やっぱりあれはビャーッと内側のショッキングなだけで、チャンバラの怖さではないと思いますね。やっぱりチャンバラって怖くないといけない。だから近衛さんの近衛十四郎のチャンバラもやっぱ怖いんですよ。あの人構えるだけで殺気がもう、あの人すごいのは全身がこう刀みたいになっちゃう瞬間があると思うんですよ。あの怖さで実際抜いたらすごいしっていう、そういうのがチャンバラスターなんじゃないかな。大英で勝慎太郎さんとね座頭市で引き分けになった話が三角健二さんの作品ですけどもあったんですけど、それを僕セット見に行ったんですけども、さすがの勝さんが追い込まれてましたからね、父親にもう逃げまくってました。それから亡くなった鶴田浩二さんね、でこれもおじや孫兵衛で、鳴門市長かななんかでやっぱり立ち回りあるんですね。もう逃げまくってました。そのくらいやっぱり立ち回りにかかる父親の気迫、柳生十兵衛は随分出してもらったんです。で手差し伸べてもらって随分。でもね父親ねテストをあんまりやらないんですよ。であの頃は僕ちゃんが立石で、僕ちゃんと僕がもう2時間も3時間もやって、でそれこうやって椅子座って見てるだけなんですわ。でいいかって言ってでワンテスやってくれんだけど、それもう頭手入ってるわけでしょ、頭の中に。ほんでここでまあなって言いながらこうやってくれて、でここで12344つぐらいは早く行くぞっていう手のこう教え方なんですね。それで実際に「よい」って言うとものすごい顔するんですよ。それで僕今まで覚えてたもん全部抜けてしまうんですわ、怖くてね。グーッてやったら本当にこの人柳生十兵衛だと思って。切る側ね、つまり切る側ってのはやっぱりそれぞれが自分の美学みたいなのを持ってると思うんだよね。そうですね、シーンはみんなそれぞれの間があります。はい、それだけど立ち回りが力があるかどうかっていうのは、
絡みともね、はい、結局は間合いの問題とかね、だから、その切る側の立場から見て、切られる連中のね、これまたやりやすい相手とかやりにくい相手とか、あると思うんだけど、その絡みの連中っていうのはいやめちゃくちゃ大事です。それと皆さん立ち回りというと動いてばっかりと思うじゃないですか。そうじゃないんですね。パパってきてバーってなってここなんです。こっからなんですね。この時の間合いを受けてくれる絡みの人たちがいてくれると本当にだけです。それでもうこうじじ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 グッていった時にパッとくるっていうタイミングね。それはやっぱり呼吸です。だから新しいところ行って東京で立ち回りをやれって言ったら大変です。テストは5倍かかります。動くなって言わなきゃいけない。だから13人の資格っていうのをね三池監督でやったんですけども、あの時なんかは13対200です。で立ち回りできるのは5人ぐらいしかいないんですね、実際に。それが13人に全部かかるわけですし、でみんなもこうバッ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 動いてるから、誰がでみんなどん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 血のりつけてくるから誰が誰だかわからない。動きすぎなんですね。手も立師の手が止め性がないと胴は効かないです。でもただタン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 と動いてるっていうのは立ち回りでは僕はないと思うし、実際には真剣持ってるわけですから。そうでしょう。これはもう外国の人もびっくりするぐらい怖いものらしいですよ、日本刀っていうのはね。それはまあ我々は竹光でやったりジュラでやったり、ある時は本見使ったりはします。でもそれを受けてくれる、だから本当に京都の剣会の人たちとやるとすごい楽です。東映のその剣会というね、剣会って何なんだろう、何かこう権勢を誇るようなちょっとね、そういうものに初めは思えたけれども、後にこう東京院に行って僕も結構何本かテレビスタジオのものもテレビ映画も時代劇をねさせていただいて、絡みの方たちがね、その学生アルバイトだったりね、全然あまり修行なさってない方たちが絡んでくださったら、その下手くそな僕としては本当にただ立ってるだけで動けないんですよね。だから絡みの人たちが主役をちゃんと踊らせるっていうのはちょっとまた語弊があるかもわからないけど、動かせるようにこうリードして動いてくださるから、切ってかっこよく。最近見たその立ち回りシーンで、僕は監督で出演してた渦政ライムライトで、あれ見てやっぱりね、最後福本とね、切り合いするとかすごいんだよね。ああ、そう。で2人足しても140歳はね優に超えます。いや久しぶりに立ち回り見たなって感じがしたわけ。僕が一番大事にしたのは死に様。切ってる方がかっこよく切ったって死ぬ方がポンじゃダメなんだ。この死に様で苦しみを見せるのか、美しい美を見せるのか、それはいろいろ違うと思うんだよね。立ち回りっていうのはね、切る方よりも切られる方がうまくないと主役が立たない。今で何年なの？33年です。いっぺんぶった切る側に回りたいなと思ったことある？それはあります。はい。でも忍者ないと思うんですね。はい。ぶった切るとしたら誰にぶった切りたい？高橋英樹さん、和歌山富三郎さん。この仕事を始めて何年になる？
36年です。入った年に真田幸村の謀略という映画に出まして、監督の映画でした。どういう人が一番印象に残るかね。やっぱり松方弘樹さんのイメージが強いですね。はい、やっぱ初めての映画っていう幸村のすごいエネルギッシュな、自分は今やっぱりこの縦文化が廃れていくのがものすごいやっぱり悲しいし悔しいので、今和歌山とかいろいろ地方に行ってうちの鶴居会の盾をそのまま向こうでやりたいっていう人たちに、ワークショップっていう形で持っていこうとしてる活動をしてるんですけども。チャンバラ歴は何年やってます？ 36年ぐらいかな。何回ぐらい切られた？この頃はあんまり切れませんけどね、入った当時はもう1日3回4回5回とか切られてましたけど、掛け算できませんから分かりませんわ、何回か。何万回は言ってるかも分かりませんね。俺がいるからスターが目立つんじゃねえかみたいな。そうです、間違いないことです。縁の下の力持ちみたいなところありますけど、実際僕らがちゃんとやられへんかったらその主役なんて目立たないはずなんです。真ん中で踊ってはるだけですからね、怒られるかも分からんけど、それに僕らが合わせて切られていくからかっこよく見えるんですけどね、主役なんて。実際だけど上手い人もやりますけど、今の撤回します。今まで付き合ったスターの中で福本の見た目でよ、誰が一番立ち回りすごいなと思った？いや、そういうことですけどね、もう皆さんスターさんやっぱりスターさんいただけのことがあってね、やっぱり皆さんすごかったですけど、僕が一番好きだったのはやっぱり万屋さんが好きだったというのは、その作品その人物でなかなかその立ち回りの形っていうのをね、やっぱり癖が出て同じようになるんですよね、どうしたっても。だから僕ら立ち回りの中で踊る立ち回りとやっぱ生徒とですね、やっぱ音体みたいにグワーッと暮らして金の姿みたいな男にグーッと暮らすとハイスみたいにピャーッと踊るって僕ら言うんですけど、そういう立ち回りのあれがあって、だから頼田さんの僕が好きだったのはやっぱ侍と侍の立ち回りグーッとやっぱり。それで武蔵やって武蔵でグーッとやっぱり男らしい、その作品にする人物の立ち回りをねパッと変えてきはったんでね。福本のこの受けね、グワーっていうね、あれはいつ頃から？いや、だからもう立ち回りっていうのはね、僕らどうしても一緒になるんですよね。あの人と変えたいとか思うんですけど、やっぱりスターさんと僕の顔が一緒にビャッと見えることなんかないかなと思って、僕がスターさんだったら僕はこっちで。スターさんしか映らないわけです。やっぱずっと切ってね、こう倒れたんじゃ。僕はこうパッてスターさんがかぶってもこうやったら2人が映るんじゃないかなということで、やってみたんですけどね。チャンバラを始めたきっかけは憧れが一番強くてかっこいいなって思ったんです。ただ実際してみるとコミュニケーションがすごく難しくて、でもチャンバラしてる時の自分って日本人だなって思います。僕はね、作っててね、人を一人切った時の気持ちですね、感情、それが自然に切れたのか、いろんなこの前提があると思うんですよ。本当にやっと草切るのと簡単に切るのと、やっぱりもう元は台本ですね。我々が諸先輩では監督主役の人たち、すごい方たちに教えられたのは、切られた人よりも切った人が痛いんだと。なぜかっていうと、切られた人は瞬時にして終わりますよね。切った人はそれをせたらって余生をずっと送っていくとしたら、痛さはものすごい大きいもんだと教えられてると。いわゆる身体表現の中の一つであることは確かだと思うんですよ、盾が。例えばそれがダンスであるっていう人もいるでしょうし、そのスポーツであったりとかっていうのも同じ
ただパフォーマンスとして芝居ありきのものっていうのが盾の大前提だと思うんですけどね。最終的に言うとやはりアクションっていうのはアクションとして独立した見せ物じゃなくて、ドラマであり映画の中のワンシーンだっていうのがあるわけなので、あまりそのパフォーマンスでも特化しすぎてしまうと、ハリウッド映画がそれによって今多く飽きられてしまっている分、CG に特化しすぎて CG によるアクションってどうやったって最後インフレ化していくわけですよね。ものすごい敵をガンガン倒していくって、そうなってくるとどれだけお金かけて激しいことでも飽きてしまうっていうのはあるので、やはりちゃんとドラマを作る、それからそのドラマの中で刀の一頭一頭の重さをちゃんと表現していく、それができた上でのパフォーマンスだと思うので、終戦の時にチャンバラ映画禁止みたいな占領軍がね、出しますね、そこになんかチャンバラの持ってる本質的な意味合いが一つね、キーワードとしてあるんじゃないかと気がするんですよ。そうですね。単なる野蛮だ、残酷だというね言い方であれば書かれてるけれども、それ以上に当時の占領軍にとってね、チャンバラが持つなんか日本人の持ってる不気味さみたいなものをね感じたんではないかと。それさっき僕が言った戦後の日本の社会が変わっていくことと、その前半分は占領軍によってチャンバラが禁止されてますよね。そのことと重なってると思いますね。だから僕はチャンバラっていうのはさっきも言いましたみたいに殺される葛藤だと思うんですけど、そこに死の要素が入ってるわけですね。ところが多分GHQ の人たち、あるいは西洋の人たちから見れば、日本刀の抜き身でもってやること自体はもう怖いというか、もうもろに死というものがもうそこで目の前に来ると。ピストルの場合はそれないわけですよね。弾が飛ぶだけですから。だからそれを禁止したっていうのは死というものを隠蔽したんだと思うんです。日本刀っていうものが持ってるなんて魅力っていうか、ものすごさっていうか、それがありますよね。結局その時代劇のチャンバラにひっつけそうなのっていうか、やっぱ西洋だとそのフェンシング的なものなんですけど、これはその格好からしてちょっとなんかこんな格好でやり合うんですけど、面白いのもありますけど、もう一つやっぱりなんて言うんでしょうかね、日本刀を持ってブワーッと切り込んでいく凄さっていうものに比べたら、なんかこう言ったらちょっと悪いけど、なるべく公平に言うと、ちょっと日本刀に比べるとなんか精神的なものが薄いっていうか、あんまりフェンシングの先端にそのやってる人の精神が乗り移ってくるなんて感じなんかがないような気がするんですね。そうすると結局刀、日本刀に何か精神性がこもってきてるっていう、それがよくわからない外国人から見るとかなり相当怖いもんだと、そういうことじゃないでしょうかね。確かに日本刀が持つなんとも言えないこの不気味さ、これに対する恐怖感があったんじゃないか。でその一体何とも言えないという部分は何なんだろうと突き詰めていくと、日本人のこの死生観につながってるような気がするんですけれども、生と死というものが映画の表現の僕は本質だと思ってるんですけど、そこを、踏まえてない、チャンバラというのをやっぱりそれをむしろ中心になって作られてきたから、チャンバラが廃れて時代劇が廃れたんじゃないかっていう。剣は心なり、心正しからざる者剣正しからずっていうことはもうはっきりと剣イコール心だっていうのは主題なんですから、ほとんどチャンバラなり剣劇なり剣っていうものがもう根本的に日本人の精神性に関わっているというメッセージがもう発せられていることだと思いますね。だからまた今度は宮本武蔵のようなその収容する剣客っていうものがそれによって描かれることになるんで、その精神性と剣の間に何も結びつきがなかったら宮本武蔵のようなものは生まれないわけですよね。伊藤さんが若い頃お撮りになった彫金をちょっと今回見てもらおうと思ってるんですが、アクションが立ち回りが15、16分しか残ってない作品ですよね。残念ながら。しかしあれ見てるとぐんぐん引きつけられてしまうというね、それは一体何なんだというね。やっぱりさっき言いましたあれサイレントですよね。セリフで見せてませんよね。まさに身体表現として見せてますよね。大河内伝次郎がものすごい人数と
チャンバラしますよね。でやってるの間に弟、目の見えなくなった弟と本当は自分が好きな女と苦してるわけですよね。サイレントだから文字でこう名前が叫んでる名前で、弟の方もアニメとかなんか言ってるんだと思うんですけど、チャンバラがほとんどなんだけど、逃げる若い男女のカットがパンパンと入ることによって、もうそれでそのチャンバラが何のためにチャンバラやってるかっていうの、その前の話全然知らなくったって、あれだから何のためにやってんだというね、あの作品が一番、乱闘劇なんですけど、乱闘のエネルギッシュなですねものを見せてる、それもすごいですよ、躍動感っていうの。でも躍動感だけでチャンバラやってるわけじゃないと思うんですよ。それが必死になって、まさに必死の死をかけても弟とその愛する女を逃がしたいんだっていう、このドラマがこのチャンバラになってるっていう、これがもうチャンバラが、ドラマなんだということを、そのドラマっていうのはこう場合だったら兄貴がいて弟がいて女がいてっていう三角関係のドラマにちゃんとチャンバラのこうチャンチャンバラバラに全部それが入ってるじゃないですか。結局その時代劇の一つの作品のストーリーっていうのはほとんどラストのそのチャンバラシーンでこう凝縮して出てくるっていうふうにして、むしろ中身的にはですね、現代劇よりも時代劇の方がいろんなものが中身はいろんなものが入れられると思うんですよ。なぜならば時代劇の場合は全部要するに想像の世界でいいわけで、例えば明るい恋愛メロドラマからもう殺伐とした敵討ちのその殺し合いに至る、あるいは集団の抗争時代劇であろうがテロリズムであろうが、ものすごい幅が広くなる。だけどそれ現代劇の方がむしろ現代というものに逆に制約されて、そんなに空想力をどうやってって羽ばたかすことができない。その時代劇の時代劇たるゆえんの最もコアな何が面白さは何かあったら、もう何度もこう話題になってるそのチャンバラだっていうふうにいける。今度のねこのドキュメンタリーで最後にね、今考えるチャンバラシーンっていうのはという意味でワンシーン撮ってみようと思ってるんですよ。ああ、実際に撮ってみる。これやっても大丈夫？中島たちが準備したチャンバラシーンとは、幕末の騒乱期に生きたある青年のドラマのクライマックスシーンである。はい、木村ちゃん。木村翔吾が扮するその青年の名は栂野王伊之助。代々洛北で林業を営む家の長男として生まれたが、生まれついての荒い気性に加え、幕末の騒然たる世情の中、ただひたすら武士になることを夢見る。武士にあらずんば人にあらず。ついに家業を捨て騒乱の京の巷に飛び出したのが2年前。彼には尊王も裁くもなく、ただただ武士になりたいという思いだけであった。つてを頼り、やっとの思いで新選組の下部組織卍隊の一員になったのだが、夢と現実の落差はあまりにも大きかった。新選組に名を借りながら、卍隊の実態は食いっぱぐれた浪人たちの集まりに過ぎなかった。そのくせ気位だけは高く、武士階級ではない伊之助はことあるごとに激しい侮りといじめの対象となっていた。できることならば卍隊を脱退したい。しかし大気には脱退は死ぬ時のみとある。身も心もズタズタになりながら、唯一の救いは島原の女郎おみつとの恋。千尋の扮するおみつは洛西の貧しい農家の生まれ、当然のように遊郭に売られた身であった。そんな彼女にとって唯一の生きる証は伊之助との愛に燃える時。卍隊の中にあって
福井清四郎と名乗る太子たちの剣術指南役の彼だけが伊之助の腕を認め、分け隔てなく接してくれたただ一人の上役。あんまり手間いらんからね。だからスモークのその辺でやってもらったらスモークから出てくるような感じになれば。そしてドラマはついに伊之助が命を賭して卍隊からの脱退を決行する時が来た。しかしそれはあえなく数人の隊士たちの知るところとなる。な、二人止まるな。立ち回りがそのドラマの総決算としてこれを見てる方にこれでどっちが勝ったらどうなるんだっていうことになっていないとダメですよね。乱闘のエネルギッシュなですねものを見せてる、それもすごいんですよ、躍動感っていうの。でも躍動感だけでチャンバラやってるわけじゃないと思うんですよ。抜いた後のチャンバラっていうのは逆に言うとその抜くまでの、その登場人物の殺気をある意味では逆証明する。単なるパフォーマンスっていうふうに言えないぐらいなんかそこに魂というかなんかがこもっちゃってるっていう。ドラマの中で最も崇高な場面でなくちゃいけないって言いますよね、殺人立ては。待て！待たんけこら！見逃してくれ！頼む！さて山猿見逃してくれ！問答無用！しまよ男。先生。
の魚やな。